こんにちは。パッチワークハーモニーです。見に来てくれてありがとうございます。今回は端切れでパッチワークをして横幅7センチ、高さ10センチ、奥行き3センチの小さなボックスポーチを作りました。中は内布付きで縫い代もすっきりした作り方です。綺麗に作るコツもご紹介していますので、ぜひ最後まで見ていただけると嬉しいです。では早速型紙から始めようか。接着キルト芯を土台にして端切れを置いて縫い付けていきます。縫い代を折ってから合わせると絵柄の出方が分かりやすかったです。アイロンを当てて接着キルト芯に貼り付けます。キルト芯に合わせてはみ出した布をカットします。パッチワーク部分が出来上がりました。もう一枚も同じように作ります。他の部分は布の裏に型紙を置いて印を書きます。
真ん中の印もつけておきます。縫い代込みなので印通りにカットします。ファスナー側と底側の裏には同じ大きさの接着芯を貼ります。用意した材料になります。次はタブを四つ折りにしてアイロンを当てます。残り2枚も同じようにして両端をミシンで縫います。パッチワーク部分の上の真ん中に半分に折って仮止めをします。中表にして真ん中の印同士を合わせます。きれいに縫う一つ目のコツは、両端1センチの縫い代部分は縫わないことです。1センチを測って印をつけます。底部分も同じようにします。印から印を縫い代1センチで縫います。縫えたら縫い代をパッチワーク側に倒してアイロンをかけておきます。もう一枚も同じようにします。20センチのファスナーです。後でカットするのでフラットニットファスナーにしました。中表にして上止めの方の端を布と合わせます。内布の上下を間違わないように気をつけて、これも中表に合わせます。3つとも端を揃えてクリップを留めます。縫い代 0.7 センチで縫います。縫えたら内布も表布も表に返して際から 0.3 センチをミシンで縫います。反対側のファスナーも同じように縫います。こちら側のファスナーの際を縫うときはタブがあるので縫いづらいですが、避けながら縫いましたよ。次は余分なファスナーをカットします。ファスナーの上止めの方をひらひらするとやりづらいので、しつけ糸で簡単に留めておきました。タブを半分に折ってファスナーの両端に仮止めしておきます。表布と表布、内布と内布を合わせて底部分をクリップで留めます。
内布の方に返し口を作ります。返し口を避けて縫い代 0.7 センチで縫います。次はきれいに縫うコツ2つ目です。先ほどの1つ目のコツの時、縫わなかった1センチの縫い代部分に切り込みを入れます。角の位置がずれないので綺麗に仕上がります。ミシン糸を切らないように気をつけてギリギリをカットします。内布も表布もファスナーの真ん中と底の真ん中を合わせます。縫い代1センチで縫います。次はまちを作っていきます。パッチワーク部分の端を持ってピーンと貼ったら、底部分の布と合わせて待ち針を留めておきます。切り込みを入れているのでもたつかずぴったりと合うと思います。同じところについている内布もファスナー部分を中心に広げていきます。布の上端を合わせたら、表布の切り込みと内布の端が合うようにクリップで留めます。クリップで留めたので、表布だけを留めていた待ち針は外しました。縫い代1センチで縫います。残り3箇所も同じように縫います。残り1箇所になるとどこに行ったかわからなくなりますが、どこかに縫ってないところがあるので探してくださいね。最後も同じようにします。返し口からひっくり返します。
角も綺麗に縫えています。全体をチェックして大丈夫でしたら返し口を閉じます。端っこの方を縫います。霧吹きでチャコペンの印を消しておきます。ひっくり返す時にシワがついてしまったのでアイロンを当てます。やけどをしないようにタオルなどを入れてすると簡単です。綺麗に仕上げるコツ3つ目は仕上げのアイロンです。ワイヤーリングなどを通してカバンの持ち手につけると可愛いです。完成です。最後までご視聴ありがとうございました。ぜひグッドボタン、コメント、チャンネル登録してもらえると嬉しいです。それではまた次の動画で。